皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢関連のニュースを追っていきます。ただし、ウクライナの話を中心とはしていますが、それと関わる国際情勢様々なニュースと絡み合っています。例えば、米中の間における関税戦争や、インド・パキスタン間における軍事的緊張の高まりといった話も、それぞれ全く違う場所で起こっている出来事がそれぞれに影響を与え合っていたりもします。今回の動画ではそうしたつながっている部分などについても少し取り上げていこうと思います。とはいえ、話としては小難しいので、まずは分かりやすく頭に入りやすいロシア軍がスクールバスで前線に出かけてきた話から取り上げていきましょう。フォーブスの記事より、ロシア軍が黄色いスクールバスに乗って突撃、追加防護もなく、ウクライナ側から公開されたドローンによる攻撃映像がこちら。前線に現れたのは黄色いスクールバス。ロシア兵がこれに乗って前線に現れたというのです。ただし、この車両それ自体は、ぬかるみに足を取られたのか、それとも故障してしまったのか、誰も兵士の乗っていない時に、ウクライナ軍のドローンの攻撃を受けて炎上しました。当然このような民間車両は何の防護もされていないので、そのまま使えば、銃撃を受ければ乗っていた兵士たちは、みんな死傷してしまいます。ただ、そうしたツッコミについてはもはや野暮というものでしょう。例えばこちらはロシアのタス通信の伝えている映像ですが、ロシア軍の歩兵がバイクをたっぷり使っていこうということを誇らしいことであるかのように映像として報道しています。もちろんこちらも銃撃を受ければただでは済みません。兵士一人一人の死傷率を下げようと思えば、防護性能の高い軍用車両の方がいいと私は思うのですが、これを見たあなたはどのように思われるでしょう。そんなことを思った後にウクライナが公開している映像も見ておきましょう。民間車両に乗って前線にやってくるロシア兵、それを迎え撃つウクライナ軍のドローン操縦士の映像がこちら。徒歩に比べれば当然のようにバイクの方がよほど小回りが効いて速度も出ます。しかし、それ以上に小型ドローンの方が射程距離は短いものの瞬間的な速度としては出ますから、バイク兵を追い回し、そして突撃に成功します。もちろん、下手な操縦士であれば、バイクでうまく逃げ切ることもできるでしょう。しかし、戦争の長期化に伴って、ウクライナ側の操縦士もエースパイロットは何人も輩出しています。そうした軍用車両の足りなさといったものが、ロシア軍の姿を変えているわけですが、最も大きな変化としては、軍用車両の数が減り、民間車両が非常に幅を利かせるようになったところです。さらにはちょっとレアケースではあるものの、前線においてはロバの活用も進められるようになりました。ただし生き物といったこともあり、いつも思い通りに動くわけではありません。左の映像では、ロバに迫撃砲弾を運ばせることに成功していますが、右の映像では、全く動かなくなってしまって、兵士がなんとか、さあ来い来いと紐を引っ張っている様子があります。少なくとも2022年段階のロシア軍から考えれば、今のような姿に変貌することは、彼ら自身も、そして世界の軍事評論家たちも想像はしていなかったでしょう。さて、前回の動画では、アメリカの上院議会において、トランプ大統領の支持政党である共和党議員の中から、ロシアに対する制裁法案が出ようとしていることをお伝えしました。ちょっと1日遅れではあるものの、日本の報道でも記事として取り上げられています。トランプ大統領に近いとされる与党共和党のグラム上院議員が法案取りまとめを主導。法案ではロシアだけでなく第三国も制裁対象となり、ロシア産と知って石油や天然ガスなどを取引した場合 500% 以上の関税を課す。これによってロシアの石油や天然ガス、ウランの購入などについて思いとどまる国を増やしてロシアの収入の柱をへし折ってしまおうという目論みです。なお日本はカラフトにおいて天然ガス開発の利権を一部保有していることから天然ガスなどをロシアから輸入しています。もしもこのロシアに対する制裁法案が発動されることが決定した場合においては、日本もロシアからの購入をやめ、アメリカからの購入へと切り替えることが重要となるでしょう。少なくとも今はトランプ大統領がアメリカのものを買えと日本に迫っているところですから、購入額を増やすことにはトランプ大統領は大いに賛同してくれるでしょう。そしてロシアに対する制裁に関しては EU も共同歩調を取ろうとしています。EU、ロシアに新たな制裁準備。フランスのバロ外相はEU がロシアに対する17回目の制裁を準備していると述べた。バロ外相はプーチン大統領について
ウクライナの平和への唯一の障害と表現した。EU はウクライナ侵攻を続けるロシアに対し、かつてない規模の制裁を科しており、今年に入ってからは、プーチン氏が無条件で撤退しない限り、制裁を解除しないとの方針を打ち出している。バロ氏は、我々欧州諸国は、アメリカの制裁と足並みを揃え、第17次制裁パッケージを準備している。私は昨日、アメリカ上院議員のリンジー・グラハム議員に対し、制裁パッケージの内容や発表時期について調整を図ると約束したと語った。EU 側の制裁はこれまで16弾まで続けられてきました。そのためにロシア側はこの制裁から逃れようとして様々な迂回ルートなどを取ってきたわけですが、そのために EU も新たな制裁へと修正し、少しでもロシアに対する圧力を加え続けています。アメリカ共和党議員の制裁と連動することができれば、ロシアに対して圧力をかけ、ウクライナに対する支援にもなります。もちろん、制裁といったものは、これだけで肩が済む話ではありません。大事なのは制裁を継続することと、その制裁の効果を逃れようとするロシアを追いかけ続けることです。さて、先日アメリカ・ウクライナとの間において、鉱物資源取引協定が合意し署名されました。この背景にあるのが、米中の関税戦争です。それにまつわる日経新聞の記事をご紹介します。レアアース価格3倍に急騰、中国の輸出規制響く。電気自動車や風力発電に不可欠なレアアースの価格が急騰している。高性能磁石などに使うディスプロシウムとテルビウムの価格は1ヶ月で3倍の水準に達し、最高値を更新した。中国がアメリカとの対立激化を受けて4月に輸出規制を発動したためだ。アメリカはウクライナとの資源開発協定に署名し、レアアースなどの開発に乗り出す方針。希少鉱物をめぐる動きが激化している。日経の掲載している価格の推移のグラフ。トランプ大統領が中国に対して非常に高い関税を課すと発表したことから、中国も報復関税をかけています。それに加えて中国は世界シェアの多くを握っているレアアース類などについて輸出規制を行うと発表。それに伴ってレアアースの価格が一気に高騰しているのです。このように中国がレアアース類について世界市場で大きな価格決定力を持っている状態であることはアメリカは非常に懸念しています。そのために調達先をより多く揃えておくことが重要なわけです。ウクライナとの間における鉱物資源取引協定を急ぐ理由というのも、このような中国の規制といったものも原因の一つだと言えるでしょう。次に、トランプ大統領はロシアと外交交渉を行うことによってウクライナの停戦協議を成立させようとここまでしてきました。しかし、トランプ大統領就任から100日以上経った現在においても何ら目処は立っていません。そこで、そろそろお手上げになりそうです。アメリカ国務省のタミー・ブルース報道官は、アメリカは現在、ロシアに科している制裁を一切解除しないことを確認しつつ、アメリカは今後、ウクライナとロシアの会談仲介を行わないと述べた。我々は仲介役にはなりません。これは火曜日に申し上げた通りです。状況がどう変わるかというと、我々は依然として尽力しており、できる限りの支援は行いますが、会合の仲介のために世界中を飛び回るつもりはありません。今は双方の当事者間の問題であり、この紛争をどう終結させるかについて具体的な考えを提示し、発展させるべき時です。それは彼ら次第です。これは国務省の報道官の言葉ですが、国務長官のルビオ氏もまた同様の意味の発言をしています。アメリカ、ウクライナ紛争終結へ具体案要求。進展なければ仲介役退くと警告。ルビオアメリカ国務長官は、ウクライナ紛争をどのように終結させるかをめぐり、ロシアとウクライナ双方が具体的な提案を示すべき時期に来ているという認識を示した。さらに、アメリカの今後の対応については、トランプ大統領が決断を下すことになるとした上で、進展がなければ、アメリカはこのプロセスにおける仲介役としての役割から退くと言明した。アメリカは間違いなく経済力や軍事力では世界一位です。しかし、だからといってそれをうまく外交交渉に使えるかといえば、それはやり方次第です。経済力という意味においては、ロシアに対しては、そもそも貿易関係そのものが非常に小さいものですから、何か経済的な圧力を加えられるような状態ではありません。ましてや、バイデン政権下においてすでに経済的な制裁についてはいろいろ試してはいるので、今更何か劇的な効果を生み出すような制裁をかけられるわけではないでしょう。そのため直接的ではなく、ロシアと取引している国に対して、
アメリカが強い関税をかけるぞといった形で新たな方策が練られているわけです。これが紹介した共和党議員らが考えている制裁法案です。そしてヨーロッパもまた繰り返し制裁をかけ、それに対してロシアが制裁から逃れようとするので、制裁逃れを防ぐためにバージョンアップを何度となく繰り返してきたわけです。一方でトランプ大統領は、軍事力に関しては自分たちは何ら手を出さないし、ヨーロッパの安全保障についてはアメリカは全くのノータッチでいたいという方針を示しています。ですから、プーチン大統領に対する軍事的な圧力はほぼゼロな状態になっています。そして、ウクライナに対する軍事支援も、バイデン政権の時は行っていたのですが、トランプ政権になってからはウクライナ支援の予算を獲得していません。ですから今行われている支援はあくまでもウクライナに対する情報支援などを中心としたものであり、ウクライナに対して様々な兵器や弾薬類などを供給するような軍事支援の形ではありません。このようにしてプーチン大統領にしてみれば、バイデン政権よりもさらに楽な相手になったなといったような状態なので、いくらトランプ大統領がウクライナの停戦協議を望んでいるといったところで、何の脅威も感じないような状態なので、特に言うことを聞く理由というものがないわけです。これは日本の外交などでも同様ですが、何か問題があったら話し合いを求めるぞなんていうことをいくら強く言ったところで、相手にしてみれば何言ってんだこいつというような状態になってしまうわけです。トランプ大統領はついつい日本の平和主義みたいなことをやってしまっているわけです。ただ、それもさすがに限界が起きていることを自覚し始めたのか、そろそろ停戦協議の仲介から降りようとしています。ただし、バイデン政権のようにではありませんが、トランプ大統領なりの軍事支援の形は整えようとしています。例えば鉱物資源取引などはアメリカも利益を得るものですが、同時にウクライナも利益を得るものです。そしてその利益を元にしてウクライナに投資すれば、当然のようにお金の流れが生まれるわけで、そのお金の流れをアメリカの軍需産業へと振り向けようとさせています。バイデン政権時代においてはアメリカ軍の在庫を元にしてウクライナに対する支援などを行ってきました。それは物を渡す無償支援であり、決して請求書を突きつけるものではありませんでした。トランプ大統領はこれはアメリカの税金を元にして購入したものをウクライナにタダで渡すなんてとんでもないといった形で批判を行っていました。ですから新たな支援の形としては、ウクライナが資金を持ってそのお金を持ってアメリカの軍需メーカーのところにやってきて注文しなさいという形を取ろうとしています。つい先日の動画でも初めてトランプ政権がウクライナに対する武器販売承認を出したといった話をしました。これまでトランプ大統領はウクライナに対してはこれから停戦するんだから軍事支援も必要ないし、武器販売についてもしなくてもいいだろうといった姿勢をとっていましたが、さすがに停戦協議は成立しなさそうだなというのを考え始めて、武器の販売についても許可を出したわけです。そしてこれからは鉱物資源取引などでお金が生まれるのであれば、そこから生まれたお金は復興用の資源だけではなく、今まさに必要な軍事物資の調達のためにも、アメリカへとお金を払いなさいといった形を整えようとしているわけです。このウクライナ支援のためにアメリカの軍事物資をどんどんと買えというような話はヨーロッパ諸国に対しても同様の姿勢をとっています。ウクライナを助けたいのであれば、ヨーロッパがもっと本気になれ、そしてお金を出せ、そしてお金はアメリカの軍需産業からいろんなものを買って、それでウクライナに渡せばいいじゃないかという話です。トランプ大統領としては、アメリカの軍需産業にもお金が流れ込んできて、非常にうまくいくはずだというふうに考えています。あとは、この話で言えば、ヨーロッパが再軍備計画といったものを発表していますから、どれだけの予算を実際に獲得するかです。最後に、継続監視の案件。インド・パキスタン間における軍事緊張の高まりについて、パキスタンはならず者国家、インド国防省が批判。テロで対立激化。両核保有国の緊張続く。インドのシン国防省はヘグセスアメリカ国防長官と電話会談し、パキスタンはテロ組織を支援してきたならず者国家だと批判。世界はテロリズムに目をつぶってはいられないと表明した。ヘグセス氏はインドによるテロとの戦いと自衛の権利を支持すると伝えた。係争地カシミール地方の
インド側で起きたテロをめぐり、パキスタンとの対立が激化。パキスタンはインドが軍事行動に出るとの見方を示し、核保有国である両国の関係は緊張が続いている。パキスタン側からは36時間以内にインド軍が軍事的な行動を起こす可能性があるという話が出ていました。その36時間については経過しました。じゃあこの後も何の軍事的な行動もないままに話がまとまるかといえば、それはちょっと楽観的すぎるでしょう。これまでインドとパキスタンとの間には戦争を行ったこともありますし、また戦争までは至らなかったとしても、外交的な衝突から実際にインド軍がパキスタン側に対して空爆を行ったこともあります。そしてインド国内においてはパキスタンと戦争になったとしても不思議ではないようなかなりの煽りまくったパキスタン非難といったものが繰り返されており、規模の第一章はちょっと違うかもしれませんが、何らかの軍事行動が起こる可能性は十分あります。そして今の国際情勢というのは軍事力を使うことに対するハードルが非常に下がっている状態です。例えばカシミール地方はインド、パキスタン双方が領有権を主張し、それぞれが実質管理している地域があります。しかし、戦力的に言えばインドの方が上なのは明らかなので、もうこの際だから、この事件をきっかけとして、カシミール地方全域をインド軍で制圧してしまおうと、もしもモディ首相が考えたのならば、それを止める手立てといったものは国際社会には全く存在しません。もはややったもの勝ちといったような状態に陥っていることから、小規模な空爆ではなく、大規模な通常戦力の投入によってパキスタンを押しまくるといったような展開も十分あり得るわけです。そしてたとえ今戦闘にならなかったとしても、モディ首相は水の協定について廃止し、パキスタン側に流れているインダス川のその水について上流にダムを建設し、川の流れについてもパキスタンに水が流れないように全てインド側に流してインドの農業生産などにたっぷり使ってやろうといったような話などもしています。これなども今すぐではなくても将来的には水をめぐる戦争といったものが起こる可能性を示しています。そういった今も危険だし、そして今の危機を何事なく過ごしても将来的にもやっぱり戦争になりそうだなというような種がまかれていることは、ちょっと忘れてはならないインド・パキスタン情勢だと言えるでしょう。ちなみに、ロシアにおいて対ドイツ戦の戦勝記念日の軍事パレードが予定されていますが、そこにインドのモディ首相もまた出席する予定でした。しかし、今回の軍事的な緊張の高まりを受け、モディ首相が軍事パレードに出る話は消えたと言われています。何にもしないのであれば、ロシアに飛ぶ予定をそのままにすればよかったわけで、行かないということは何か起こるかもしれないなという憶測も生み出すわけです。ロシアのウクライナ侵攻以降、国家がまとまって大規模な軍事力を使うことに対して、やらないだろうなといったある程度の予測が立っていた時代は終わり、使っても全然不思議じゃないなと思えるような時代へと突入してしまっていることを忘れてはなりません。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。